指と鍵盤が触れているところを見てしまう。これがハマりがちな罠。皆さんこんにちは。今回は罠にはまりがちなピアノの手の置き方についてお話しします。皆さんはピアノを弾くときに鍵盤を見て弾きますよね。実はこの鍵盤の見方によって罠にはまってしまうかもしれません。特にピアノを始めて間もない初級者の方にこの傾向よく見られます。ピアノを弾いているとき、もちろん鍵盤を見ていますよね。僕もそうです。もしかすると鍵盤を見るときに鍵盤と指が触れているところを見ようとしていませんか？鍵盤を見ることは必要ですが、指と鍵盤が触れているところを見る、これがハマりがちな罠です。僕の目線からの手を見てください。このように1の指、2の指は鍵盤が触れているところが目に入りますが、3の指はすでに怪しく、4の指と5の指はもはや完全に見えません。もう一度弾いてみます。1、2、3、4、5。このような目線で弾いてみます。鍵盤に触れているところが見えない指、不安に感じますよね。そのお気持ちすごくよくわかります。けれども実は見えなくて大丈夫なんです。不安になってしまい、指と鍵盤が触れているところを見てしまう方は2つのタイプに分かれると思います。 A、小指側の手首が短くなる。 B、手首が下がる。この2つの傾向があります。 A の場合は指と鍵盤が触れているところを目に入れようとして小指側の手首が短くなってしまいます。この短い手首、これは手にとってしんどさを感じる形です。そして3の指、4の指、5の指、とても動かしにくい手の置き方です。 B の場合は指と鍵盤が触れているところを見ようとして手首を下げてしまう場合です。横から見るとこのような形、もちろん手にもしんどい形ですが、何よりも1の指、親指を使うくぐりなどがとても難しいと思います。もう一度僕の手の置き方をご覧ください。鍵盤を見ることは大切ですが、指と鍵盤が触れているところを凝視する必要はありません。なぜなら指には鋭敏なセンサーがあります。そのセンサーを信頼し指を活用していきましょう。指のセンサーの使い方、よかったらこちらの動画参考にしてみてくださいね。鍵盤を見ることは必要ですが、指と鍵盤が触れているところを見てしまう、これがハマりがちな罠です。罠にはまらず心地よい手の置き方探してみてください。それでは